はい、キツネです。霧隠れ回の効果と視覚の吹き矢ビルドを検討していきます。霧隠れ回に毒斬りをつけると、毒斬りを最大3発連続で出せます。この毒斬りの威力が、霧隠れの回の回数を重ねるごとに同じなのか、それとも違った威力が出るのかをまず検証していきます。バフは吹き矢の状態上時間及び状態上威力、それから火炎玉の状態上時間をつけてます。早速やっていきましょう。はい、だいたいこれぐらい単発で威力が出ます。結構出ますね。続いて2発目の毒斬りの威力の検証です。まず1発目の猛虎兵を闇打ちし、2発目の発動をさせます。こちらの猛虎兵 HP 満タンの状態から2発目の毒斬りを食らいここまで減りました。1発目の威力と比較するとどうでしょうかね。まあぶっちゃけ変わってないですよね。このように霧隠れ回は1発目の毒斬り、2発目の毒斬り、どちらも同じダメージが検証されました。さて、霧隠れ回を2つ積めば、最大3回の毒斬りを噴出することができます。1度目と2度目の威力は変わりませんでしたが、3発目の毒斬りの威力、これはどうなってるでしょうか。今、2度目の毒斬りを出しました。3度目の毒斬りを出したいところですが、決まりました。猛虎兵にも食らいました。HP 満タンの猛虎兵に対して3度目の毒斬りが当たりました。このように1度目2度目の威力と同じ威力が加わっているのが確認できました。すなわちこの検証で霧隠れ回の毒斬りの威力、これは1発目2発目3発目もみんな同じだということが分かりました。さて、この霧隠れ回による毒斬りの連発攻撃ですが、時間を置いて当てた場合と、重複して、例えばパンパンと毒斬りを2発連続で浴びせたような場合とで、効果に違いはあるでしょうか。検証していきます。さて、まずは時間を置いて毒斬りを当てた場合です。まず1発目の毒斬りが当たりました。こちらの猛虎兵に注目です。はい、毒斬りの効果が止まりました。そこで2発目の毒斬りを打ちます。2発目を毒斬りを受けた猛虎兵、毒斬りを受けてますが、1発目の威力と比べてだいたい2倍の威力を被ってます。さて、これが変わるでしょうか。効果の重複はあるでしょうか。時間を置いて当てた場合は参考のため上に置いておきます。はい、まず1発目の毒斬りを当てて、2発目の毒斬りを後ろの猛虎兵に当てました。はい、効果は重複しています。時間を置いて当てた場合と変わりがありません。したがって、効果重複はあると。重ねて霧隠れ回を当ててもちゃんと効果が乗るということが分かりました。さて、ここでだいたい天狗だとか、なぎなた鬼だとか、どれぐらい3発当てると減るのというところ、これ興味あるところだと思いますので、とりあえず目安として検証をしてみたいと思います。まずは、天狗先輩に対して3発毒斬りを当ててみます。はい、こんな感じで結構減りますね。バフは2つ積んでるだけですけれども結構効果は乗ります。次に巨体鬼兵に対してはどうでしょうか。巨体鬼兵も結構厄介な相手といえば厄介なんですけれども、毒斬りでダメージをガリガリっと削れればそれはそれで戦局が有利になりますから検証の対象に選びました。さあどんなもんでしょうか。3発目の毒斬りを食らったらだいたいこんな感じで、こんな減り方 HP の半分ぐらいは減るよといったような火力でございました。最後になぎなた鬼紫のバージョンの鬼に当ててみます。1発目、2発目、さらに闇打ちをして3発目。霧隠れの範囲つけてますので結構遠くまで届きますね。はい、だいたいこんな感じです。減らないで言ったらよろめきは結構減ってますよね。そんな感じですかね。ただ HP の減りはもう一押し欲しいなという感じでしょうか。
ちなみに、弱体針を当ててみて、それから毒斬り、どのように威力が変わるのか検証してみます。天狗なぎなた鬼、レボ2という形で検証してみたいと思いますが、HP の減りはどのように変わるでしょうか。2発目の毒斬りがみんなに当たりました。闇打ちをして、霧隠れ回3発目。さあ、結構減っています。まず、天狗についてですが、これは弱体をしない時と場合と比べてかなりギリギリまで減っています。次に、なぎなた鬼です。これも、まあ、ごそごそっとまではいきませんが、よろめきをちゃんと一体取っています。結構気力はあります。続いておまけですが、吹き矢の気力はどのようにたまるのか、何発で 3つマックスになるのか検証してみました。結構吹き針って気力たまりそうな感じしますよね。体感的には 0.4、1本 0.4 の気力が溜まってます。8回打てばマックス3つヘッショで溜まるという計算です。以上、霧隠れ回の効果、それから吹き矢の性能、これを完全に熟知し把握した完全犯罪ビルドを構築していきます。まず、月の型キャンセルでいきます。毒の剣を装備します。バフは2つ最低限積みます。HP を減らすよりも、よろめきを奪うことの方が大事なので、これぐらいのバフでいいと思います。さらに、視覚のバフです。これは、霧隠れの範囲と隠密の効果時間をつけています。こうすることによって、隠密の効果時間が高くなり、敵の選別、暗殺の選別がはかどります。霧隠れ回をつけています。体力上昇はもういりません。今、火の化身をつけておりますけれども、こちらもまあ体力増加にするとか、あるいは自動回復にするとか、ああいうやり方もありだと思います。さらに、このビルドの肝、火炎玉、それから煙玉です。いずれも両運をつけております。こうすることによって、発動する可能性というのが、まあ純粋に 30% になるわけです。安定性が増すということです。いずれもクールダウン系、それから状態以上の効果時間を火炎玉にはつけております。そんな感じです。技です。ビルドの肝になるのは毒の果実です。で、霧隠れ回の3連発よりも DPS 的には闇ガラスの方が高いと思いますので、これは闇ガラス5をつけます。百球士、あるいはまあソロなどでもそうですが、集団戦とは言っても、味方プレイヤーがある程度殲滅してくれる場合が多く、霧隠れ回の3発目を出す頃には敵がほとんど死んでいるという場合もあり得ますので、このようにしてました。さらには、ここの欄は何をつけても、まあ、多分これとこれ以外だったら何つけてもいいと思います。これとこれはですね、闇討ちは毒斬りで HP が徐々に減っていきますので、そんなにいらないかな。ちゃんと選別は、こちらの四角の5分の隠密の効果時間で選別できるようになっていますので、闇討ちの力をそんなに上げる必要はない。むしろ逆に毒斬りの速度を速めたいと思います。さらに神の加護をつけてもまあいいと思います。この方がビルドの幅は広がりますので、各人お好きなようなビルドになるでしょう。さらに、まあ、霧隠れは毒斬りをつけています。視覚の表示をつけておりますので、基本クールダウンはまあ50秒ぐらいということになります。かなり考え抜きました。完全犯罪と言っても過言ではないでしょう。それでは行ってみましょう。完全犯罪ビルド、名探偵対馬くん、お楽しみください。
すべての技の特性を生かした完全犯罪ビルド。また面白いビルドがあったら紹介します。さようなら。